ごきげんよう、あすままです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。アメリカ産ビーフチョイス焼肉セット、肩ロースとミスジ、3621円です。100g あたりは298円。お肉が多めのを選んできました。加工日は昨日。消費期限は9月10日です。加工日含めて3日間ですね。購入編動画でタレも2種類、もみだれとネギ塩だれが入っていますとお伝えしていましたが、正しくはつけだれは2種類、醤油だれとネギ塩だれです。お肉はロースとミスジの2種類、リンゴ果汁も入った甘辛い特製だれに漬け込んであります。ミスジは8ミリくらいの厚さで 600g くらい、ロースは薄切りで 530g くらいでした。ネギ塩だれは 150ml くらい、たっぷりの刻みネギと生姜とごま油入り、材料の風味が生きててとても美味しいです。ですが結論から先に申しますと、醤油だれの使い方を間違えたことによりしょっぱくなりすぎました。牛肉はもともとタレに漬け込んでいたところにおかしいなと思いつつも醤油だれを追加してしまいました。一生懸命お肉をほぐしながら漬け込みました。張り切ってお庭バーベキューにしましたが、もうね、醤油が焦げて苦いやらしょっぱいやらで大失敗です。ミスジは筋取り済みで柔らかいのに雑に骨がついている部分もあり、ガリッと2回ほど嫌な感触がありましたけれども、どちらのお肉も柔らかかったですし、ネギ塩だれはとても美味しかったので、もう私の勘違いで台無しにしてしまったのが残念です。説明もね、読んだんですよ思い込みで揉み込みました。ちなみに風水で牛肉は貯蓄運アップです。海鮮カルグクス2人分が3袋1580円です。1食あたりは263円。常温の即席麺ですね。海鮮スープのうどんかな。原産国は韓国。賞味期限は来年の2月です。麺と海鮮ブロックとスープに分かれていますが、500ml のお湯を沸かしたらすべて投入して5分煮込みます。具材をね、分けなければもっとね便利だと思うんですけれども、これは仕方ないんですかね。麺は 100g です。スープには乾燥人参とネギとわかめ、海鮮ブロックにはイカとエビが入っています。アサリとイワシで出汁を取った本格韓国カルグクスということで、茹でている間もアサリが強く香りすぎて、私はねちょっとこの香りつらかったです。麺は熱風で乾燥したもちもちしたノンフライの平麺です。イカやエビなどの火薬はインスタントにしては大きめで存在感があります。スープは唐辛子入りなのでピリリとしますが、唐辛子っていうよりも胡椒をたくさんかけたラーメンみたいな味です。塩味も濃いスープです。娘は無理で残しちゃいましたが、私はたまにはいいかなと思う味でした。青ネギなどがあればプラスしたかったですね。鍋で作りましたがカップ麺っぽい印象です。風水ではアサリ、イカ、エビは直感力や企画力をアップ。麺類は縁結び、社交運、人気運アップですが、インスタントをそのまま食べずトッピングを工夫しましょう。ゆで卵をのせれば金運アップです。エンドウ豆クラッカーピンクソルト味 240g 入り698円です。お菓子コーナーの新商品です。原産国は韓国。賞味期限は来年の5月です。ピンクにバラのイラスト、女子力の高いパッケージですね。ちなみに風水ではピンクは恋愛運アップ、レモンは金運アップです。そして豆類は今年のラッキーフードです。 100g だとこれくらいで517キロカロリーです。パスタの不人理のようにスパイラルになっています。パッケージ写真のイメージからもっとね大きいのを想像していましたが、一番長いもので4センチです。パリサクで食べやすい食感。
主な原材料はエンドウ豆とコーンスターチと小麦粉、タピオカでんぷん。エンドウ豆っぽい味はちょっとねわからないんですけれども、程よいピンクソルトと爽やかなレモンの酸味でとても美味しいスナックです。レモンの香りは芳香剤に使われているような類の香りなので、最初は違和感ありましたが、強くはなくふわっと香る程度なので悪くはないです。アーモンドアソートパック1598円から240円オフです。初購入です。原産国は韓国。賞味期限は来年の12月です。ハニーバター、わさび味、焼きとうもろこし味、ガーリックバターの4種類。それぞれ 10g 入りが10個ずつ入っています。1パックあたりは34円です。風水でアーモンドは健康運アップ、恋愛運アップ、仕事運アップ、繁栄や邪気払いとしても知られています。そもそも体に良いスーパーフードですもんね。1袋は 10g、アーモンドは8から9粒入っています。アーモンドにそれぞれのフレーバーのシーズニングがまぶしてあり、特徴がしっかりある味です。ハニーバターが一番安心できる味ですけれども、他もなかなかユニークで美味しいです。甘いハニーバターにピリ辛のわさびを組み合わせたりと、ハリボーグミのようにいろんな組み合わせを試しても面白いです。私はどの組み合わせもあり美味しいと思いました。シーズニングパウダーは湿気を吸いやすいので、開封してしばらく放置するとベタベタになっちゃうので注意です。チキン&ベーコンシーザーサラダ998円です。少しずつ変化していますけれども、何度もリピしています。グリルチキン&ベーコンの下にはロメインレタスがたっぷり、トッピングにシェイプパルメザンチーズ、そしてシーザーサラダドレッシングがついています。加工日は今日、消費期限は明日までなので加工日含めて2日間ですね。チキンとチーズは金運アップ、グリーンの野菜は才能アップということで、仕事勉強運を上げたい人はもりもり食べましょう。食べる分だけお皿にとってドレッシングをかけても良いのですが、うちは全部かけちゃう方が多いです。私はもう少したっぷりドレッシングをかけたい派です。これでは足りないです。スパニッシュブレッド2種類998円です。週末限定の新商品となっていますが再販です。オブラドールラウンドブレッド、バックウィートブレッド、キヌアブレッドの3種類のスパニッシュブレッドの中から2つ選択します。同じもの2つでも OK です。オブラドールラウンドとバックウィートを選びました。加工日は今日、消費期限は9月11日あさってです。加工日含めて3日ですね。バックウィートブレッドは長いところで32センチ、幅の広いところで14センチです。オブラドールラウンドブレッドの直径は18センチです。いつものアーティザンブレッドと同じく、クラストはパリッと固め、クラムはもちっと柔らかく、噛むとほのかに酸味のあるパンです。キヌアは食感から違いましたが、この2つは味も食感も大差ないですね。風水でパンは出会い運アップです。単純に全体運を上げたいならパン食よりも米食がおすすめですが、サンドイッチは運気アップに超おすすめです。サンドイッチは縁結びレシピです。縁起の良い食材を挟んで思い通りに運気をアップしちゃいましょう。シーザーサラダを挟むならもう少し薄くスライスすべきでしたね。リメイクあるあるですが、ホットサンドにしても美味しかったです。なるべく温かいものを食べた方が運気が上がります。キャラメルフラン1798円から200円オフです。先週買わなくてよかったですね。200円お安くなっていました。ほろ苦の焼きプリンですね。カラメルの染み込み具合が薄いのから濃いのまでいろいろあったので、中間のを選んできました。加工日、解凍日だと思うんですけれども、表示はありませんが、消費期限は9月11日、購入日含めて3日間です。もう一つケーキを買っちゃったので、こちらは再冷凍になってしまいますが冷凍します。直径は235ミリ、高さは28ミリくらいです。
大きいので切り方も迷いますよね。風水を取り入れるなら、まん丸の形のケーキは金運アップです。四角い形は家庭運、友情運アップ。三角形は人気運、美容運アップです。12分割した扇形は 116g なので 270kcal です。卵を使った料理は縁起が良く、金運アップとも言われています。冷凍しても OK ですが、残り物を冷凍するのは風水的にも衛生的にも NG です。冷凍すると決めたものは先に冷凍しちゃいましょう。ラップも OK ですが、ソースごと冷凍するならコンテナがおすすめです。小さく切って冷凍しておくとランチのデザートなどにも便利です。生クリームは綺麗な心を作るから、人間関係に悩むなら添えてみてください。乳製品は陰なので陽の卵とのバランスも良くなります。ブルーベリーは家庭運、仕事運、品格もアップです。ミントは勉強運、仕事運アップです。一般的な焼きプリンより少し固めです。カラメルソースも苦めで大人プリンですね。グレープフルーツスコップケーキ2198円です。新商品です。コストコでグレープフルーツのスイーツは初めてかも。ホワイト&ルビーのグレープフルーツシロップ漬けの原産国はトルコ。2色のグレープフルーツで家庭運、恋愛運、金運まとめてアップですね。クリームもいつものクレームシャンティーと甘酸っぱいラズベリームースの2色です。加工日の表示はありませんが、消費期限は9月11日、購入日含めて3日間です。長辺は31センチ、短辺は15センチ、高さは5センチから6センチくらいです。紅白のトーンが美しいケーキですけど、どうすこうか迷いますね。3時間ほど冷凍するとカットしやすくなりますが、スコップケーキなのでスプーンで好きなだけすくえば良いと思っています。これは 90g なので 172kcal、パパの分は 313kcal です。グレープフルーツケーキなのでカロリーは控えめですね。グレープフルーツはシラップ漬けですが甘すぎず、ホワイトは苦めが強めですがシラップ漬けなので甘いケーキにも馴染んで美味しいです。スポンジもクリームもいつものスコップケーキと同じくふわふわで味わいも軽いです。たっぷりのグレープフルーツで満足感はありますが、爽やかなので飽きない味です。食べ過ぎちゃいますよね。美味しいものを食べるのは開運アクションですが、食べ過ぎは運気を下げますし、そもそも体に良くないですね。気をつけなくちゃです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。